解説。1962年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1962年ってどんな映画があったか知ってる？お、いい質問だな。1962年は日本と世界で名作が次々に公開された年なんだぜ。アクション、時代劇、特撮、ドキュメンタリーまで、ジャンルも幅広いんだ。そんなにたくさんの映画が公開されてたんだね。どんな作品があるの？例えば、椿三十郎や座頭市物語なんて、今も語り継がれる時代劇の名作だし、キングコング対ゴジラは怪獣映画の金字塔だ。海外だと、史上最大の作戦やエルシドみたいな歴史大作もあったのぜ。どれも聞いたことある作品ばかりだね。でも、それだけ有名な作品なら、どうやって順位をつけるの？今回は公開年や当時の反響、そして現代の評価も踏まえて、1962年公開の名作映画をベスト10のランキング形式で紹介するぜ。懐かしさを感じながらも、新しい発見があるかもしれないから、ぜひ最後まで楽しんでくれよな。第10位。世界残酷物語。世界残酷物語って、すごいタイトルだね。どんな映画なの？これは1962年にイタリアで公開されたモンド映画の始まりとも言えるドキュメンタリーなんだ。監督はグアルティエロやコペッティ。世界中の奇妙な風習や衝撃的な文化的慣習をカメラで捉えて、観客に突きつける形式の作品なんだぜ。世界の風習って言っても、どんなのが出てくるの？例えば、パプアニューギニアの部族が行う儀式とか、ドイツで老人が死への備えをしているシーン、アメリカのペットの葬式、中国の犬食文化など、当時の観客にはかなりの衝撃だったぜ。内容がすごく重たそうだね。それって本当にドキュメンタリーなの？その点が一番議論を呼んだんだ。演出された事実が混じってるんじゃないかって批判も多くてな。実際、やらせや編集による誇張も指摘されてる。でもそのセンセーショナルな映像が逆に注目を集めて、興行的には大成功だったんだぜ。賛否が分かれる作品ってことね。でも、そんなに影響力があったの？これは映画のジャンルそのものを変えたと言われてるぜ。モンド映画というスタイルを確立して、後のドキュメンタリーやバラエティ番組、さらにはネット動画にまで影響を与えた。映像で世界を見せるってことのパワーを、良くも悪くも証明した作品だな。第9位。花と竜。花と竜って、なんだか詩的なタイトルだけど、どんな映画なの？これは1962年に日活が制作した日本映画で、日の足平の自伝的小説を元にしてるんだ。主演は石原裕次郎。監督は増田敏夫。港町文字を舞台に、明治から大正にかけての激動の時代を背景にした、義理と人情の人間ドラマなんだぜ。裕次郎さんが主演ってだけで迫力ありそうだけど、どんな役なの？主人公の玉井金五郎は、港で働くブライカン。最初は博打で身ぐるみ剥がされてどん底から始まるけど、次第に喧嘩や度胸で名を上げ、港湾労働者たちをまとめる存在になっていく。いわゆる人形的リーダーだな。まさに昭和の男って感じのキャラだね。花と竜にはどういう意味があるの？花は彼と関わる女たちを象徴していて、特に壺ぶりの女お京との出会いが印象的だ。お京は強くて優しい女性で、金五郎の人生に欠かせない存在になっていく。そして、竜は彼の背中に掘った入れ墨を意味してる。これは彼の信念や生き様の象徴でもあるのぜ。人間関係とビジュアルの両方がタイトルに込められてるんだね。そうだな。そして裕次郎の演技がすごい。派手なアクションもあるけど、何より彼の目の演技が心に残るんだよ。無言のシーンでも金五郎の葛藤や覚悟が伝わってくる。これが名優ってやつだな。なるほど。ただの人形者じゃなくて、内面も描かれた深い作品なんだね。まさにその通り。力で支配するだけじゃなく、仲間の信頼や義理人情を貫く男の姿が描かれてる。昭和の魂を映し出した一作として、今でも語り継がれてる作品だぜ。第8位。ハスラー。ハスラーってタイトル、どこかで聞いたことあるけど、どんな映画なの？ 1962年に公開されたアメリカ映画で、
主演は名優ポール・ニューマンだぜ。彼が演じるのはファストエディことエディ・フェルソンっていう若くて才能あふれるビリヤードの掛け試合師。つまりハスラーなんだ。ポール・ニューマンって聞くだけでかっこよさそうだけど、エディってどんな性格なの？自信家でテクニックも抜群なんだけど、精神的にはまだ未熟な部分が多い。野心と虚勢で突っ走るけど、勝負に敗れた時の脆さも描かれてるんだぜ。特に、伝説的プレイヤーミネソタ・ファッツとの勝負が物語の山場になる。その勝負、エディは勝ったの？最初は優勢だったんだけど、慢心とアルコールのせいで集中力が切れて、結局負けてしまうんだ。その敗北が彼に大きな影響を与えて、そこから一度立ち直りを目指すプロセスが始まるのぜ。どんな風に立ち直っていくの？彼はサラという女性と出会って、人間的にも少しずつ変わっていく。でも勝負の世界に戻るためには、バートっていう冷酷な賭博師に取り入らないといけなくてな。再びファッツに挑むための資金と環境を手に入れるために、エディはその取引に乗るんだ。サラとの関係はどうなっちゃうの？そこが一番切ないんだ。エディの勝負への執着が強すぎて、サラは孤独を抱えたまま悲劇的な結末を迎えることになる。勝利は手に入るけど、代償は大きかったってわけだな。ただのビリヤード映画じゃなくて、人生そのものが描かれてるんだね。その通り、ポール・ニューマンのリアルで繊細な演技があってこそ成り立ってる作品で、アカデミー賞でも撮影賞や美術賞を獲得。さらにニューマンの代表作として、今も語り継がれてる映画だぜ。第7位、ハタリ。ハタリって、どんな映画なの？ハタリは1962年に公開されたアメリカのアドベンチャーコメディ映画で、監督はハワード・ホークス、主演はジョン・ウェインだぜ。物語は、アフリカのタンザニーか、現在のタンザニアで野生動物を捕獲し、世界中の動物園に供給するプロのハンターたちの生活を描いているんだ。ジョン・ウェインが主演なんだね。彼はどんな役を演じているの？ジョン・ウェインは、チームのリーダーであるショーン・マーサーを演じている。彼は経験豊富なハンターで、仲間たちと共に危険な動物たちを捕獲する日々を送っているんだ。他にはどんなキャラクターが登場するの？チームには、ドライバーのポケッツ、レッドバトンズ、元レーサーのカート、ハーディ・クユーガー、フランス人のチップス、ジェラール・ブランなど、多国籍なメンバーがいる。また、物語の途中で女性写真家のダラス・エルザ・マルティネリが加わり、彼女の存在がチームに新たな変化をもたらすんだ。ダラスの登場で、どんな変化が起こるの？最初、ショーンは女性がこの危険な仕事に関わることに反対するんだけど、ダラスの情熱と実力を認め、次第に彼女を受け入れるようになる。さらに、ダラスは象の赤ちゃんたちと特別な絆を築き、地元の人々からママテンボ、象の母と呼ばれるようになるんだ。映画の見どころは？実際の野生動物を使った迫力ある捕獲シーンが最大の見どころだな。特に、ジープを使って動物を追い詰めるシーンはスリル満点だ。また、ヘンリー・マンシーニが手掛けた音楽も魅力的で、中でも、ベイビー・エレファント・ウォークは有名だぜ。映画の評価はどうだったの？公開当時から高い評価を受け、特にそのリアルな動物描写とユーモア溢れるストーリー展開が称賛された。現在でも、アドベンチャー映画の名作として語り継がれているんだ。第6位、監獄ロック。監獄ロックって、エルビス・プレスリー主演の有名な映画だよね。そうだぜ。1957年にアメリカで公開された彼の3作目の主演映画で、エルビスが演じるのはビンス・エバレットという青年で、彼の波乱万丈な人生を描いているんだ。ビンス・エバレットって、どんな人物なの？ビンスは気性が荒く、バーでの喧嘩が原因で過失致死罪に問われ、1年間の刑務所生活を送ることになるんだ。そこで彼はハンク・ホートンという元カントリー歌手と出会い、ギターの腕を磨くことになる。刑務所で音楽の才能を見出すんだね。その後、どうなるの？出所後、ビンスは音楽業界での成功を目指すんだけど、最初はなかなかうまくいかない。そんな中、音楽プロモーターのペギー・バン・オールデンと出会い、彼女の助けを借りて自身のレコードレーベルを立ち上げ、スターへの道を歩み始めるんだ。でも、成功への道のりは順調じゃないんでしょ？
その通りだぜ。ビンスは成功を手に入れるけど、次第に傲慢になり、周囲との関係が悪化していく。特に、彼を支えてくれたペギーとの関係が悪くなり、彼女は彼の元を去ってしまうんだ。それで、ビンスはどうするの？彼は自分の過ちに気づき、ペギーに謝罪し、再び彼女と共に歩むことを決意するんだ。この映画は、成功と挫折、そして人間関係の大切さを描いた作品なんだぜ。エルビスの演技はどうだったの？エルビスはこの映画で、歌手としての魅力だけでなく、俳優としての才能も発揮している。特に、タイトル曲、ジェイルハウスロックを歌いながら踊るシーンは圧巻で、彼の代表的なパフォーマンスの一つとして今でも語り継がれているんだ。そのシーン、すごく有名だよね。ああ、あのシーンは映画史に残る名場面だ。エルビス自身が振り付けを考案し、彼のダンスと歌が見事に融合している。この映画は、彼の音楽キャリアだけでなく、映画俳優としての地位も確立した作品なんだぜ。第5位、エル・シド。エルシドって、歴史映画なの？そうだぜ。エルシドは1962年に公開されたアメリカとイタリアの合作による壮大な歴史スペクタクル映画なんだ。主演はチャールトン・ヘストン。彼が演じるロドリーゴ・ディアス・デ・ビバールは、11世紀スペインで実在した伝説的な騎士で、エルシドの名で知られてる。伝説的って、どんな人物だったの？彼はキリスト教徒とムーア人の戦いが続く中、敵とも共存を図る理想主義者で、戦場でも高い武勇と統率力を誇ったんだ。敵味方問わず尊敬されていて、シドはアラビア語の主という意味なんだぜ。かっこいい。でも、敵と共存って、時代的には受け入れられなさそうだよね。その通り、ロドリーゴは異教徒の王を助けたことで謀反の疑いをかけられ、祖国から追放される。それでも彼は信念を曲げず、傭兵として戦いながら正義を貫き続けるんだ。彼の人生、まさに波乱万丈だね。映画はどんな展開になるの？恋人のヒメナ、ソフィア・ローレンとの悲恋も見逃せないし、スペイン統一に向けたロドリーゴの戦いがクライマックスなんだ。最終的には、彼の遺体を馬に乗せて戦場へ送り出すという伝説的なラストが描かれてるんだぜ。それって本当に実話なの？史実と伝説が入り混じってるけど、彼の英雄像はスペインでは今でも国民的な存在として語り継がれてる。映画ではその英雄像が、美しい映像と壮大な音楽、重厚な演技でしっかり表現されてるんだ。評価はどうだったの？当時の評価も高くて、アカデミー賞には美術賞と作曲賞でノミネートされたんだ。チャールトン・ヘストンの威厳ある演技と、ソフィア・ローレンの気高い存在感も称賛されてる。まさに、歴史映画の名作だぜ。第4位、史上最大の作戦。史上最大の作戦って、どんな映画なの？1962年に公開された戦争映画で、第二次世界大戦のノルマンディー上陸作戦、いわゆる D-Day を描いているんだ。現代は、ザ・ロンジェスト・デイで、同名のノンフィクション書籍を元にしている。豪華なキャストが出演しているって聞いたけど、具体的には誰が出ているの？そうだな。ジョン・ウェインがアメリカ陸軍第82空挺師団のベンジャミン・バンダーボルト中佐を演じている。他にも、ヘンリー・フォンダ、ロバート・ミッチャム、リチャード・バートン、ショーン・コネリーなど、名だたる俳優たちが集結しているんだ。ジョン・ウェインって、西部劇のイメージが強いけど、戦争映画でも活躍していたんだね。ああ、彼は西部劇だけでなく、戦争映画でも存在感を示している。この映画では、バンダーボルト中佐として、部下を率いて重要な任務に挑む姿を力強く演じているよ。映画の内容についてもう少し詳しく教えてくれる？物語は、連合軍がフランス北部のノルマンディー海岸に上陸し、ヨーロッパ解放を目指す作戦を描いている。映画は、連合軍側とドイツ軍側の両方の視点から描かれていて、作戦の緻密な計画や現場の混乱、兵士たちの葛藤などがリアルに再現されているんだ。実際の戦闘シーンはどんな感じなの？上陸シーンは圧巻だよ。数千人のエキストラを動員し、実際の戦場さながらの迫力ある映像が展開される。特に、オマハビーチでの戦闘シーンは、
緊張感と臨場感がすごいんだ。公開当時から高い評価を受けていて、1963年の第35回アカデミー賞では、撮影賞と特殊効果賞を受賞している。また、戦争映画の金字塔として、今でも多くの人々に語り継がれている作品なんだ。なるほど、歴史的な出来事を忠実に再現した映画なんだね。そうだな。実際の D-Day に参加した兵士たちが顧問として制作に関わっていて、細部にわたるリアリティが追求されている。そのため、戦争の悲惨さや兵士たちの勇敢さが、見る者の心に深く刻まれる作品になっているんだ。第3位、キングコング対ゴジラ。キングコング対ゴジラって、どんな映画なの？1962年に公開された東宝の特撮映画で、ゴジラシリーズの第3作目だぜ。東宝創立30周年を記念して制作された作品で、アメリカの怪獣キングコングと日本の怪獣ゴジラが初めて対決する夢の共演が実現したんだ。主演は誰なの？主演は高島忠夫さんで、彼が演じるのはテレビ局の宣伝部員桜井治という役どころだ。他にも、佐原健二さんが藤田和夫役、浜美恵さんが桜井の妹文子役で出演しているよ。ストーリーはどんな感じ？製薬会社の宣伝部長田子有島一郎は、新薬の PR のために巨大な怪獣を探していた。一方、北極の氷山でゴジラが復活し、日本に向かって侵攻を開始する。田子はファロ島でキングコングを発見し、日本に連れてくるが、コングは脱走してしまう。そして、ゴジラとキングコングが日本で激突するという展開だ。見どころは？やはり、キングコングとゴジラの対決シーンが最大の見どころだな。特に、富士山麓での最終決戦は迫力満点だ。また、キングコングが高圧電流を吸収してパワーアップする設定もユニークで面白いんだ。興行的にはどうだったの？公開当時の観客動員数は約1255万人を記録し、ゴジラシリーズの中でも最高の成績を収めたんだ。日本映画の歴代観客動員数でも上位に位置する大ヒット作だぜ。そんなに人気だったんだね。ああ、怪獣同士の対決という新しい試みが観客の心を掴んだんだろうな。この作品が、その後の怪獣映画の方向性を決定づけたとも言われているんだ。第2位、佐藤一物語。佐藤一って、時代劇ではすごく有名なキャラクターだけど、最初の映画はどんな感じだったの？佐藤一物語は1962年に公開された作品で、勝新太郎が主演しているぜ。彼が演じるのは、盲目のあんましにして、剣の達人という異色のキャラクター佐藤一なんだ。盲目なのに剣の達人って、すごくインパクトある設定だね。そうだろ？しかもこの映画の原作は、下沢寛の随筆、懐手帳に収録されていた、たった数ページの短編なんだ。ストーリーもキャラクターも、そこから大きく膨らませて、ほとんどオリジナルに仕立て上げたのがこの映画なんだぜ。そんな短い話がこんな有名なシリーズの始まりだったの？さらに言うと、ストーリー構成には浪曲、天保水湖伝で知られる胸郭構想や、そこに登場する平手の幹って人物も影響している。だから、単なる創作じゃなくて、日本の大衆文化の積み重ねが背景にあるんだ。そう聞くと、単なる時代劇以上に奥深いものを感じるね。そうだな。しかも主演の勝新太郎は、それまで大映で白塗りの2枚目をやっていたけど、なかなか人気が出なかった。でも1960年に出演した知らぬい剣陽で、悪の匂いを漂わせるダークヒーローを演じたことで新境地を開いたんだ。そして、佐藤一物語で一気にスターの座を掴んだんだぜ。それがきっかけで佐藤一シリーズが始まったってこと？その通り、この作品が大ヒットして、以降26本の映画とテレビシリーズが作られることになる。まさに勝新太郎の代表作になったんだ。映画の内容自体はどんな感じなの？1は旅の途中でヤクザの抗争に巻き込まれて、用心棒として雇われる。でも彼はただの剣客じゃない。人情深く、弱者を守り、必要な時だけ刀を抜く。相手を切っても、その表情に一切の誇りや快感がないのが、一の魅力なんだ。剣豪だけど、
決して暴力が好きなわけじゃないってことね。ああ、だからこそ、観客は彼に共感できたんだろうな。盲目というハンディを背負いながらも、強さと優しさを兼ね備えた存在ってのが、当時としても斬新だった。そしてそれを体現した勝新太郎の演技がとにかく素晴らしい。確かに、座頭市って日本を代表するキャラクターの一人だもんね。この作品があったからこそ、後のアンチヒーロー型の主人公や、弱者の中の強者を描くスタイルが日本映画に広まっていったと言っても過言じゃない。座頭市物語は、その始まりにして金字塔的な存在なんだぜ。第1位、椿三十郎。椿三十郎って、三船敏郎さんが主演の名作だよね。その通りだぜ。1962年に公開された黒澤明監督の時代劇映画で、三船敏郎が演じるのは、どこかひねくれ者で皮肉屋だけど、実は正義感が強くて堅牢でも超一流の浪人、椿三十郎だ。タイトルにもあるように、彼が主役の物語になってる。どんなストーリーなの？とある班で、若侍たちが上役の不正を訴えようとするが、その動きが逆に陰謀に巻き込まれそうになる。そこへ偶然現れた三十郎が、彼らを導きながら、悪徳役人たちと対決していく。頭脳戦あり、駆け引きあり、そしてもちろん、激しい盾もあるという展開だ。なんだか普通の時代劇と違って、ちょっとコミカルな雰囲気もあるよね。ああ、それがこの作品の魅力でもあるんだ。黒沢作品にしてはセリフ回しや構成が軽快で、重たすぎない。三十郎のとぼけた態度と、真面目すぎる若侍たちとのやりとりも面白いんだぜ。盾も有名なんだよね。そう、中でも圧巻なのが、三十郎がわずか40秒で30人の敵を切るシーン。まさに無双って感じだな。そして、なんといってもラストの中台達也との一騎打ちが映画史に残る名場面だ。血がドバーって飛ぶやつだよね。そうそう、その通りだ。三十郎に切られた瞬間、中台達也演じる室戸半兵衛の体から、ポンプを使った特殊効果で血が一気に吹き出すんだ。この手法自体は、実は前作、用心棒でも使われてたんだけど、あっちは夜間シーンで暗かったし血の量も少なかったからあまり目立たなかった。でも、椿三十郎では、快晴の下で真っ白な着物に血がはっきり生えて、観客の脳裏に強烈に焼き付いたんだぜ。だから、血が吹き出す盾は椿三十郎ってイメージがあるんだね。まさにそれ。実際には、用心棒が先だけど、この映画での印象が強すぎて、よく最初にやったと思われがちなんだ。でも、この表現は後のチャンバラ映画やアクション映画、果ては漫画やアニメにも多大な影響を与えたんだよ。三船敏郎さんの演技もすごかったよね。すごかった。どこかひょうひょうとしていて力を抜いてるのに、決めるところではバシッと決める。この三十郎像は、いわゆるアンチヒーローとしての完成形で、世界中の映画人に影響を与えた。クリント・イーストウッドやタランティーノなんかも黒沢と三船に多大なリスペクトを抱いてるからな。日本映画って、こんなにすごい作品を1960年代に作ってたんだね。そうだぜ。椿三十郎は、単なる時代劇にとどまらない、盾の革新、キャラクター表現、映像技術、そして映画の可能性を示した傑作なんだ。見たことがない人は絶対に一度見てほしい作品だぜ。総評、まとめ。1962年って、こんなに名作映画がたくさん公開されてたんだね。びっくりしちゃった。そうだろ？日本も海外も、それぞれに個性的な作品が揃ってて、映画史的にも重要な年なんだ。特撮、時代劇、戦争映画、ドラマまで幅広いジャンルがあって、どれも当時の時代背景や技術、俳優たちの力を感じさせる名作ばかりだぜ。私はやっぱり、座頭市物語が印象的だったな。盲目なのにあんなに強くて、しかも優しいって、理想のヒーロー像かも。私はやっぱり、椿三十郎だな。ラストの決闘シーンは何度見ても鳥肌が立つぜ。あの血の吹き出し方と緊張感。今の映画でもなかなか真似できない演出だと思うぜ。またこういうランキングやってほしいな。昔の映画って、今見ると新しい発見があるよね。
そうだな。名作は色褪せないってことだ。次は1963年の映画も調べてみようぜ。今見ても色褪せない作品が多いのぜ。特に大画面で見たくなるようなスケール感のある映画が多いよな。どれも当時の観客を驚かせたり感動させたりした名作なんだなって思ったよ。こうやって振り返ることで、昔の映画の凄さとか、今の作品に与えた影響なんかも見えてくるのぜ。映画ってやっぱり時代を映す鏡だな。ほんとそうだね。今回紹介した映画の中から、また見てみたい一本を見つけてくれたら嬉しいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。